で、早速ですが、バータ動作についてということで、バータの定義です。バーガティガンダナヨバーユフですよね。もうこれがバータっていうのはこういうもんですよっていうのを表している説明文というか定義の言葉なんですけど、バーガティっていうのは、これ同じ意味なんですね。バーというのは、すなわちガティという動きのことを言っていて、ガンダナっていうのは、ちょっとこう、そうですね、どちらかというと精神的な意味合いが強いのかな。情熱や興味を持つっていうですね。これを表すのが、それをするのがバーユ、風ですよというふうに言っています。動きと情熱や興味っていうことですよね。で、ちょっとね、ほわっとしちゃうので、もう少し説明をさせていただきたいと思うんですが、午前中のところでですね、それぞれの動作と五大元素の関係、見たと思うんですけれども、まず、空ってアーカシャですね。アーカシャ。アーカシャは、午前中の説明で、少しちょっと、させていただいてますけれども、リミットがない、こう空間っていうかね、リミットのない、ものをもたらす、場をもたらすのが空ですよね。私たちの中で場っていうと、なんかこう、広場とか、なんかこう、四角の中みたいなイメージがありますが、そもそものアーカシャの意味は、その境がないんですよね。で、境がないので、どこまででもその広がっていく、浸透していくっていうのが空です。ただ、宇宙空間であれば、そのリミットはないんですけれども、アイルベーダは、宇宙の話ではなく、人間の体の話です。そうなりますと、人体というのは、やはりですね、リミットがございます。で、このリミットがある宇宙の中ですね、この中を空っていうふうに見ます、まず。なので、こうですね、人間の体においての空ってなりますと、人体の内側、それを空っていうふうに考えていただいて、その内側の、なんですか、空間の中に風が動きとして、え動いていくと。これがですね、基本的なバータの定義です。で、バータってもともと、動きっていうことは皆さんもきっとご存知だと思うんですけど、その五大元素から見ていくと、少しそのバータの性質っていうのがもう少し明確にクリアになってくると思います。こう体がありまして、体の中にいろいろな通路があったり、いろんな空間がこうまたさらに中を仕切られていたりとかしますよね。例えば消化の管と胃腸があって、でそこにこう、仕切りがあるわけですよね。他との仕切りがあります。で血液が流れる血管も血管っていう空間の中に仕切られています。でそういったですね、そういったいわゆるこう、分かりやすい意味での空間その中を、風が動いていくというのももちろんバータなんですけれども、アイルベーダの見ているバータというのは、あの、なんでしょうね。空も風も両方とも非常に微細なものでして、えっと、肉体の区切りぐらいだったら平気で通過しちゃうっていう考え方があります。例えば消化管とか胃とかって、筋肉とかでできたりしますけど、その筋肉はもともと細胞がこう全部こうくっついているわけですよね。で最小単位で見たらこうちっちゃい細胞がわーっとくっついてこうね午前中こう肺発生、こう細胞が分化していくみたいなお話がありましたけど、ちっちゃな細胞がこういっぱいくっついているみたいな感じで、臓器って作られてるわけじゃないですか。でそうなるとですね、そこ少し寄ってみますと、こうぐーっと寄ってってみますと、細胞と細胞の間、細胞と細胞は確かにくっついてはいるんですね。
くっついてるんですけど、わずかながら隙間があるのはご想像いただけますでしょうか。はい。で、私たちの体って実は隙間だらけでして、で、くっついているので、大概のものは中から漏れ出すことはないんですけれども、その微細なレベルでは小さな穴というかね、空間がそこにもあるというふうに考えます。で、そうするとですね、臓器とその臓器の間のこの壁はすごく微細なんですけど、空間がつながっているっていうふうにも考えられていて、そしてですね、私たちの一番外側にある皮膚、ここにもですね、皮膚も寄ってみれば細胞の集団です。で、これもですので、もうすごく寄ってみればですね、細かい隙間が空いてるわけですよ。そうすると、一見私たちの体は区切られて、外の世界と区切られているようですけれども、外の世界とつながっちゃってるという、こういうふうに見ることができるわけです。で、アイルベーダにおけるバータというのは、体内を動く力ではあるんですけれども、いろんなところをですね、抜けてっちゃう力でもあるんですね。いろんなところをですね、またいでっちゃうというね、そういう、性質を持っておりますがゆえに、いわゆる現代解剖学で分類するような臓器や、系統、そういったものをですね、突き抜けて考えていくと思ってください。例えばですね、胸っていうふうになった時に、例えば心臓と肺があります。で、通常であれば心臓と肺って、別々の臓器で別に機能してて、もちろんそれで別々なんだけど連携してるよねっていう見方はできると思います。ただ、アイユルベーダの世界観で言いますと、心臓と肺はそれぞれ役割はあるんだけれども、バータはそこは自由自在に行き来しているというふうに考えます。でですね、この後、それぞれのバータ、全身のバータを、5つに分類して、それぞれのですね、動きのベクトルですね、どういうふうな向きで動いているのかっていう、そういう形で見ていくんですけど、それをですね、現代解剖学的、生理学的に見ていくとですね、結構不思議な現象が起きます。そこを通過していっちゃうから。でも、今私がちょっとぐちゃぐちゃと喋っていますけれども、ちょっと独特のね、身体感というのを持ってますので、一つそこはそのような大前提で、この先、お話を聞いていただいて、いろいろと理解を深めてみたりしていただけたらと思います。全く新しい世界が見えてくるんじゃないかと思います。